はい、YouTube! 皆さんこんにちは。アニマルランドにようこそ。前回ですね、このホイールのベアリングを、オーバーホールというか、ベアリングをグリスアップですね、をしました。で、今回は、前輪っていうことはなく、前輪はね、同じなんで、特にやりません。自分で後でやっております。それで、このフロントのチェーンリング周り、こいつのギアを外して、チェーンもね、もう切っちゃいます。で、変えようと思います。で、このね、この楕円チェーンリングなんですけど、これ、非常に変わった楕円チェーンリングです。今もうないです、これ。手に入らないです。なんで今これ手に入らないのかっていうのをちょっとこれから説明しようと思います。あとね、チェーンが伸びてるとこういう動きするんだよっていうところもちょっとお見せしますので、ちょっとアップして見てみようと思います。ではですね、このチェーン見ていきます。このね、チェーンが伸びてる様子っていうのがここでわかるところがあるんですけど、これ実際はまっていくところね、これもう見てる人はね、多分分かってる人はもう見てこれの状態でどうおかしいかっていうのはもう分かってると思うんですけど、ですね、ちょっと解説します。この状態でね、このあたり触るとこんだけ緩みます。これ見て、ほら緩いでしょ。特にね、一番引っ張られてる部分っていうのはここなんだけど、ここでねいっぱい引っ張られてるはずです。で、ここがガチッとはまってて、この辺りは緩いんですけど、この辺とかもね。ただこれ新しいやつになるとこんなね、ちょんと触ったぐらいでこんな風にグラグラしないんですよ。もうこれはもうね、だいぶ伸びてるっていうことがこれで分かっちゃうんですけど、でこれ見てる人が分かるっていうのは、この伸びてる状態からこの刃が刺さった時にね、少しキュッと一個一個が縮むんですよね、こういう風に。それが見て分かる人は分かるっていう感じです。ただね、もうこれはチェーンの方が少しだけ伸びが早いからこうなるんですけど、もうスプロケの方もね伸びてきたらもう全然こんなことはないです。この刃がね、もう刃もだいぶこれも削れてますけど、このインナーの刃とこのセンターの刃と比べてみてもらうと分かると思うんですけど、だいぶ刃の削れ方が違います。やっぱりね、街走ったりするときって一番外側使うことが多いんですけど、なんで内側の一番内側の刃がほとんど削れてないのがわかると思います。これね、一番内側のやつもしかしてまだ変えなくてもいいかなってぐらい削れてないですね。で、この真ん中のやつはそこそこ削れてる感じです。もう外側はひどいもんですね。だいぶ削れてる。だから今回この2枚だけ変えるだけでもいいかもね。はい。そんな感じで、今この状態がこういうね、緩さ。これね。これが長い間乗った状態ですわ。こちらのまだ変えて3ヶ月ですわ、こっち。6、7、8、9、6、7、8、9か。3ヶ月ぐらい乗ってるタイプだと、これ見てください。これぐらいしか動かない。で、回してる時もそういう伸びたりっていう動きはないですね。もうサクッとちょうどはまっていくっていうか、こうなんていうんですか、
こう、ギアのこの刃のね、後ろの方に刺さって、つるっと少し前に出るとか、そういう動きをしない。で、ここで後ろの方に刺さって、だんだん前に行くにつれてパワーがかかってくんで、前につるっとこう、動いてくるっていうんですか、そういう動きがないんですよね。もう新しいやつ、もう最初からサクッとぴったりフィットしちゃうんで、そういう動きをしないです。はい。そんなところがね、違います。こういう風に、もうほとんどしっかりサクッと刺さってる状態。まあこの辺がね、伸びてるのと伸びてないのの違いですね。なんで、例えばチェーン伸びてね、もうスプロケの方もだいぶ伸びてるっていうか、もう削れてる状態。このチェーンリングも削れてる状態。その状態の時にチェーンだけ綺麗にしても、新しくしてもね、このスプロケがもう開いちゃってるんで、チェーンもしっくりははまりにくくなります。もちろんね、削れてくるのって先っぽの方なんで、内側の方まではなかなか削れてこないんで、ある程度チェーンの方が寿命が短くて、チェーンリングとかスプロケの方が寿命は長いんですけど、だいたい同じぐらいに変えたり、あとは2回か3回チェーンを変えたら、スプロケっていうか、スプロケ、と、チェーンリング変えたりとかしますね。そんなような、サイクルだと思ってもらえばいいと思います。まあそんな感じでね、新旧、新しいのと古いのの、チェーンの違いをちょっと見てみました。もうね、これグラグラなんですよね。もう横にも伸びちゃってるんで、結局、こう、なんですか？チェンジするとね、この横方向の力っていうのが加わるんですけど、それによってね、横に対する力で、どんどん削れてっちゃって、ここのとこね、隙間ができちゃったりとかします。こんな感じでね。で、まあ、だから横のとこ、こう、ガタ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 ったりしてるんですけど、まあ、走ってる時にね、実際このガタガタを感じることはないんですけど、ただ、こちら見てみると、もうほとんどガタガタしないです。全然、もうこの、チェーンとチェーンのね、この隙間が全然ないんで、すごい安心ですね。はい、それでですね、これいよいよこちら見ていただきたいんですけど、いかがでしょうか。30年前に流行らせようとした、チェーンリングです。この形よーく見ていただくと、なんかわかりますか？ちょっとね、不思議な形してるんですよ。はい、実はですね、人によってはね、これも欠陥品じゃないかっていう人がいるんですけど、いろいろ言う人いるんですが、まあここはね、思想の違いなんで、まあこれをいいとしていた、まあシマノだったんですけど、まあけどね、もう今はこのタイプはもう全くないんで、やっぱりあんまり良くなかったのかなっていうのは思います。通常ね、こう漕ぐときに、この辺り一番力が発揮できると思うんですけど、ここからガーって力がアップして、ね、ここの4時のところで一番力が加わって、この6時のところで力が弱くなってっていう感じで、まあぐるぐるこう回っていくっていうような、なんですが、だいたいこの2箇所で、一番長くなる。この辺りで一番こう強くなるですね。チェーンリングの幅が広くなるんですけど、ただこの場合はちょっと違うんです。今この辺りで一番力が加わらない。わかります？ 2 時、3時、4時あたりのところで、一番距離が短くなってタイヤに力が加わらないっていう、こういう変な構造をしてるんですね。で、一番力が加わるのがこの6時のところ。ここが一番長くなるんですね、高さが。
なんでここで一番こうチェーンを引っ張る力が強くなる。変でしょ？なんかここでチェーンを引っ張らないで、ここでチェーンを一番引っ張るという構造なんですね。このスプロケじゃなくてフロントディレイダーとの隙間をちょっと見ていただきたいんですけど、はい、ここからスタートするんですけど、ここが今一番近いところでだんだんね、この離れていきます。離れていくのが分かると思います。で今3時4時で、ほら6時のところで一番近づきます。こういう風な動きですね。はい、これがバイオペースなんですけど、なんでこういう形にしてるかっていうと、こうすることによって力が一番加わるところをスッと通り抜けるっていうか、なんでくるくる回せるようになるよっていう、早く回せるようになるよっていう思想みたいです。こうパワーもかけずに、ぐるぐる回すことだけに注力したタイプの楕円チェーニングです。もう最近の楕円チェーニングとはだいぶ違いますね。ではちょっと今時の楕円チェーニングを見てみましょう。はい、見ていきますね。じゃあまず一番ここ、力が加わらないとこ、結構ね広いでしょ、この隙間が。はい。でずーっと回っていくと、はい、少しずつだんだん狭くなっていってます。わかります？今3時ね。3時の時点だとだいぶ狭くなってます。はい、そして4時。ここでね、もう一番狭いです。ここがもう一番高いとこまで上がっていってます。で、また、もうここでね、もう見てわかると思うんですけど、ぐわっと開いてきてます。はい。6時に向かってビャーンって開きます。で、このね、1時2時のあたりも意外と広いんですよね。やっぱりこれの場合は4時の時点で一番引きというかパワーが強くなるという設計で作られてる感じです。でね、このネジ使ってその位置を少しだけ変えることができるやつですね。もう少し後ろ、もう少し4時じゃなくてもう少し5時の方にしたいよとか、もうちょっと4時より少し前ぐらいにしたいよっていうような、調整ができるタイプです。はい、チェーンねカットしました。チェーンカットの やり方はですね、前にもやってるんで、省略させてください。フロントがフリーになったんで、フリーになるとこんな風にくるくる回るんですね。はい、いい感じで回ってます。いいですね。これね BB はね、去年、オーバーホールしてるんで玉とか交換してます。はい。じゃあ、外していきますね。ですね、外すのにですね、今ここ見えると思うんですけど、これ工具ここ入りません。入らないんで、まず一番内側のものから外していかないといけないです。一番内側外して、そしたら少し浮くんで、そしたらこいつを使って外します。むっちゃ硬いんで、あんまり近くでビデオを撮るとビデオを蹴っ飛ばしそうだから、すごい音したでしょ、カチンって。そういう感じですわ。30年の重みです。いくよ。ちょっと多分見えないと思うけど、よいしょ。はい。
はい、外れました。ではもうね、こっちのリング外れてきそうもないんで、もうクランク外します。クランク外しちゃいましょう。またねクランク外すのかぐらいの感じはしますけど、ではここはラチェットでサイズが合ってない。あ、もう抜けてんのか。もう取れてんだ。はいはいはい、はい、外れました。はい、そしたらはい、コッタレスね。はい、コッタレスです。はい、準備してます。今これを後ろに下げてます。一番後ろまで下がりました。はい、コッタレスはね、ちょっと見たことない方多いと思うんで、見えるようにしてやります。こいつをね、ここの中にはめます。はい、中途半端に入れるとね、こうネジ切れちゃうんで、ネジが壊れちゃうんで、しっかり入れてください。そしたら、今度は、一番後ろまで入ったら、今度こっち。これを締めます。はい。で、これ締めるときにね、ここを押さえてた方がいいです。押さえておいてやらないと、ここがね、どんどん締まっていっちゃうんで、ここを押さえながらやります。15ですね。15。はい。これで、ここを、ぐにょっと回していきます。はい、こうやって。にょっ。はい、もう回りましたね。もうこのまま取れます。はい。はい、取れました。はい。で、抜けました。はい、こんな感じのね、いびつな形してるでしょ。はい、こういうやつです。はい、ですね、こちらに外した、チェーンリング置いてあります、3つ。本当にね、まあこの不思議なチェーンリングはこれでお別れです。で、一番ちっちゃいチェーンリング。これね、もう二度と手に入らないんで、このサイズ。まあ、二度とかどうかわかんないんですけど、もう、僕が探した感じではもう全然なかったんで、ぜひ見かけた方教えてください。このチェーンリングに代わる新しいチェーンリング、このまあ楕円ではない深円のタイプをつけようと思ってます。でね、この2つのチェーンリングに代わるチェーンリングは先ほどねビアンキのやつで説明した出てきたやつと同じタイプのやつをつけようと思ってます。ビアンキで使っててまあ結構調子いいんでこのまま、同じものをつけようかなと思って購入しました。はい。ではですね、今回はこれで終わろうと思います。今回の動画面白かったな、参考になったなって方、ぜひグッドマークの方よろしくお願いします。チャンネル登録まだの方、ぜひよろしくお願いします。では、バイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなの配信してます。ぜひ見てくださいね。